おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちらですね、北海道でございます。北海道のね、この暑い時期になんで北海道やねんっていう感じかもしれませんけども、こちらのですね、摩周湖のところの、こう上のところぐーっと歩いていったら、こういったところに出くわしまして、まさかの摩周湖なんですけど、描きました。まあなんかこう、本当にこう、私たち、九州の人がまず見ることのない景色、でございまして、本当にこう雪深いところのこう、風が吹くとふわーっと雪が舞っている感じみたいなのを描いてみたくて、描いた作品です。非常にシンプルなんですけど、私すごい気に入ってます。こういうまたね、こういう渋い絵がなかなかね、ということで、ぜひですね、この木の描き方すごい参考になると思いますので、ぜひ参考にされてみてください。それでは本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。こちらはですね、摩周湖の方ですね。摩周湖から見た、すみません、ちょっとカメラを、描いていった作品です。まず墨入れという作業をしていっておりますよね。もうこれは形はこれは転写しました。大変やからですね、転写しました。まあ多少もちろんこう変えたりするんですけども、転写をしていった作品でございます。8号という作品ですね。でこれも古典に出す作品ですね。こういう作品がね、なかなか渋いんでですね、私の作品はすごくこう幅があると自分でも思っていて、まあ人物画もあれば生物画もあれば、海外の風景もあれば富士山もあれば、何も描いていないような今回のね雪、描いてるんですよ。描いてるんですけども、そういう幅がある作品かなと。でこれは墨でまず転写したものをなぞっていってる作業ですね。墨入れ、これは意外と僕好きな作業なんですけども、案外これ地味で面白いんですけど、でこれインプリミトゥーラということで、ローアンバーとこれはコバルトブルーですかね、をだいたい1対1ぐらいで混ぜ合わせて、ポピーオイルとテレピンを入れて、それでハケで塗ると。でこれもちょっとね、もう専門的すぎて難しい、毎回こう説明同じようなことしてますけども、インプリミトゥーラといって、僕は白味という下地を使ってます。白味ちょっとこうその辺の歴史の話をしましょうかね。ちょっとね、もう何度もしてるんですけど、キャンバスという、皆さん油絵といえばキャンバスっていう感じかもしれませんけども、キャンバスのできる前というのはこう板に描いていたんですね。でキャンバスっていうのは麻布って分かりますかね。まあパイレーツ・オブ・カリビアンの、僕はよくこう船の方とかね、パイレーツ・オブ・カリビアンって見たことある人いると思うんですけど、大航海時代、これハケでちっちゃいの塗っててます。見たことある人いると思うんです。ジャック・スパローのやつですね。あれの船、あれは要は大航海時代なんですよ。大航海時代っていうのはなんとなくこういつ頃ってなると1500年代のどっかのぐらいですよね、多分ね。だからほら、以後よく広まるキリスト教とか1540何年とかね、鉄砲伝来であるとか何であるとかってね、1500年代で、ルネサンスっていうのは1500年頃で、1517年にルターの宗教改革というものによってどっちかというと収束していって、マニエリズムというような時代が始まるんですね。でそういうのも動画に作っておりますから、ぜひですね、完全に完走させます。ぜひそういうのも参考にしてみてください。そうするとなんとなくこう体系的に、これもうなんかこう2層目のこうインプリマトゥーラが終わってるんですけど、2層目は上の方暗く下の方明るくっていう感じで、ちょっと白多めに下の方は足したやつでポン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 と叩いていったということなんですけど、ちょっともう話戻りますけども、要はルネサンスの、初期の方っていうのはテンペラ画というものだったんですよ。でそれ以前っていうのはフレスコ画で、フレスコ画というものは要は壁画ですね。壁に漆喰ってね、左官屋さんって分かりますか。こうやってね、こういうのでペテこうヘラでブチって壁にこう塗っていく、左官屋さんが塗るような作業ですよね。でこれが乾かないうちに、描いていく技法、乾かない生の新鮮なフレスコですね。でフレスコ画というものがまずこうスタートです。で教会の壁にこうキリストがこうね、どういうふうにこう生きてどういうふうにしたかっていうこう書いていってで、いうのがフレスコ画。でも教会の壁中にも絵描けんようになってしもったってなってきたら、今度はじゃあ次板に描こうと、祭壇画と呼ばれる板に描こうと。
で板に描いていくときに、塗られたのが北方ルネッサンスと呼ばれるような、北の方では炭酸カルシウムと呼ばれるものが主成分とされる。炭酸カルシウムって何って貝殻とかを中心としたホタテとか、日本語やったら5分って言うんですけどもそれを塗料としたものを板に塗っていたと、ね、ざっくり言うとね。でそれが白亜と呼ばれるものが北方北の方ですね、ネーデルランドと呼ばれるあたりとかフランドル地域とか呼ばれる地域ですね、今でいうオランダとかベルギールクセンブルグとかあのあたりで白亜と。一方イタリアの方では石膏樹と呼ばれるものを板に塗っていたんですね。硫酸カルシウム、ボローニャというところでよう取れたんですね。ボローニャ石膏っていうね。でその要は硫酸カルシウムは若干柔らかく、炭酸カルシウムは硬いんですね。カチッとなると、そういう違いがあって、でそれに天ぷら絵の具とかで描かれたりするようなことがあって、そこにはまた油絵で描いたりするようなことももちろんあったりするんですけども、で徐々に油絵っていうのが北方ルネッサンスの方でより白い雪だけ描いていき、すごいでしょ、雪だけまず雪とか白い奥の空とか描いていったんですよ。隙間埋めて、これ面白いでしょ。要は隙間を埋めて、それによってあれをですね、木々を浮き上がらせるようなことをしていると。でそういう発達していって、で私はその北方ルネッサンスの白亜と呼ばれるものを使って描いたと。でそれから時は経っていって、ベネチアっていうところでもルネッサンスという、ものがルネッサンスっていろんなところで派生していくんですけども、でベネチアの方ではすごくでかいものすごい金持ち、要は貿易で栄えたから、言うたら今でいうアマゾンさんですよね、貿易じゃないですけど流通で儲けた人たちが多かったね。で例えばいろんなところの分かります、ベネチアってイタリアこうなってて、この辺にあるからいろんなところのですね、内陸の方からも来る人とかがいたりとかして、すごい貿易で栄えた、そういう流通で栄えていくっていう儲かるということですよね。だからすごいお金持ちが現れてきて、でその人たちが俺んとこの教会とかめっちゃでかい絵描いてくれとか、いやでももう壁ありませんわ、どないしたらいいですかねとか、じゃあ板に描きゃええやんか、板でもそんな静木する技術ありませんわって、綺麗にね静木する技術がありませんわっていうことになって、なんかええって考えやみたいな感じで、なんかあれへんかな、大航海時代ですよね。いろんなところ、これね筆の後ろで枝描いてるんですよね。絵の具が乾かんうちにですよ。大航海時代になんかええもんないかなって言ってそうやとね、ジャック・スパローの世界観、もうちょっと古いかもしれませんけど、船の方ですね、帆のところに大きい布があったり、何かを包むために大きい布あるぞと、めっちゃ頑丈やぞと、麻布という呼ばれるものですね。でそれに塗料を塗ってみようと。でただその白亜と呼ばれるものとか石膏樹とか呼ばれるものやったらカチッとある程度固まってしまうから、すぐひび割れ起きるから、ちょっと柔らかくなるためになんとか油を混ぜ込んでいけへんかなと。混ぜ合わす時にじゃあ水性と油性やからなかなか混ざり合わないですけど、卵っていうものが自然界にはそれを中和させるようなね、ものなんですよ。で卵とかを意外と入れたりするとちょっと混ざり合いやすくなったりするんで、混ざり合わせていったのがエマルジョン地、今のキャンバスの原型となったものなんですよ。どこからそういう話いったんやでそれで僕はその白亜と呼ばれるもの、今は静木技術とかも高くなってある程度大きい作品とかもできるし、僕はもうとにかくフラットな下地を作りたいというので、学生時代でこれ完全にさっきの白い絵の具とかあれしたのが乾いてから、今全面にちょっとグレートーンですね。いつも紫、初め紫塗ったけどやっぱちょっとちゃうなと思って、ちょっとそれに青混ぜたり白混ぜたりしてグレートーンにしましたね。でそれを拭き取っていったということなんですね。拭き取って滑らす状態を作ったと。乾かす時間帯と濡らして描く、これなんかね面白いでしょ。スカンブルって言っても下の絵の具のちょっとマチエールみたいについてるわけじゃないですか。マチエールっていうのはマテリアルといって物質感のことなんですけども、少しついてるわけですよね。で、ある程度塗ってもちょっとボコッとしてるとか、やっぱりこれだけ白とグレーのコントラストが強いから、半透明ぐらいの色やったらば下の絵の具ちゃんと透けてくるからということで、こういうふうに大きく作りを作っているんです。これも大きな作りを作ってる、よく水彩とかで言うんですけど、大きな作りを作ってるんですね。前後関係出すためとか、一回大
奥行きとか出すため、前後関係ですね、出すためとか、そしてこの辺はこうちょっと茶色と白混ぜたようなのとか青に入れたようなね、ちょっとパレットで叩き筆でこう叩いていって、ある程度フラットにしていくみたいな感じですね。だから本当にこうその大航海時代に、あたりにベネチア派と呼ばれる人がもうめちゃくちゃでかい絵とか描いとるわけです。めちゃくちゃでかいですよ。5メーターとかあるようなね絵を描いたりとかしているんですね。だから本当にこうそういうこう歴史がずっとあって、これなんかね一回こう、ある程度塗った後に綿棒で拭き取ってます。完璧には拭き取れへんけど、主要な木だけでもこう綿棒で拭き取っとこうかなとしてます。拭き取るなんていうのもなかなか今までやってなかったですね。こういうのね、こういうこともやるんですよ。もう本当にこう昔からこんなこともやってます。書いた後に拭き取って、枝を出しているとかっていうこともしています。だから技法に関しては本当にこう昔からいろんな技法を使いながらやっていってます。で今回は特に木の描き方ですね。こういうふうにこう一回こうね、ある程度消したけどまた出してあげるとかっていうことで、もう出す方法ありますし、これから後でやるのは隙間の雪描いていきますから、もうそういうのもうめちゃくちゃ地味な、今回はもう色もないし地味な動画かもしれないですけど、意外とこう技術的なこととか僕詰まっているような気がするなと思ってですね、結構いい動画なんちゃうかと自分では思うんですけどね、意外とこういうのは全然視聴回数が伸びないという、いつもね、全然いいんですけど、油絵はこう何回にも分けて撮るわけだからね、なんか見られたらおっちゃん嬉しいなって感じなんですけど、で、この白樺やったりするのかなっていう木のところを描いていきながら暗い色で描いていってます。黒は使ってないかな。青と茶色を混ぜて、かなり濃い色ではあります。こういうの本当に本物見やんとなかなかわからないですよね。で、思ってるよりちっちゃいけど思ってるより広がりあるぞとかね、そういうのが面白いんちゃうかなと。思ってるよりちっちゃいけど思ってるより広がりがあるとかっていうこととかを見てもらえたら面白いかなというふうに思います。で、空の色と雪の色の微妙な違いみたいなのとかね、そういうのも見てもらえても嬉しいかなと思います。この辺りはね、内側から暗い色がキュッ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 とまず内側描いて、その後にまた外側描いてとかっていうことをしています。ものすごい地味な作業、おじさん地味なんですよ。ということで、ちまちま書いていっております。細い面相筆と呼ばれるような筆で、もう0号とかですね、どこの会社かはちょっとわからないですけど、書いてってます。でこの辺のこう葉っぱとかもね、下からこう笹の葉っぱみたいなのが少し出てきているような感じとかも描いていきながら、進めていっております。一つの絵でどれだけのこう前後関係、横幅の広がりとかね、そういうのが本当にもうこれなんかもこう、マシューコの方にね冬に取材に行って友人がねずかずかそのスノーシューっていうのを貸してくれて、ずかずか行くぞとかいう感じで連れて行かれて、もうヘッドヘッドだったんですよ。それは当の本人はこう慣れとるからかもしれんけどね、おじさんなんか初めてやからもう筋肉痛バリバリでしたけど、なんかこういうおもろいとこも見せてもろたらやっぱねおもろいなと思いますよね。その後にこう再開いたします。で、こういう細かい描写をしていっているわけですね。で、下にこううっすらとこう透けている線とかを頼りに描いていきます。で、これが本当にこう1層目2層目インプリマトゥーラ雪を描いて、そしてグレージング的なスカンブリング的なことをして、綿棒で拭き取って、でそこから暗いところを描いて、今笹とかを描いていって、でこれが乾いてからまたこれほら隙間描いていってるでしょ。こういうふうに隙間をこうちまちまと書いていっているわけですよね。ちまちまと描いていっているわけでございます。ちまちまとね。ということでどれぐらいのあれかなね、何層描いてんのかなっていう、こうそういうふうに絵の具の層をこう重ねることによってですね、こう深みも出てくるし、こう複雑さっていうのが出てくるんですね。何度かこれ言ってるけど皆さん面白いっていうね、本当にこう絵の具という物質が何かのものに変わる瞬間ってね、体現するとすごいこう本当に面白いですよ。そういうこう経験をしたことがあるという人もいるかいないか分かりませんが、東京芸大入った仲間たちは大体それしたってなんか飲み会の席でそんな話になったんですよ。あの経験なんやろねってこうデッサンで色が見えてきたって、白黒で描いてるんですよ、木炭とか。なんか色が見えてくるとかね。要は
白黒やけどもそのモチーフの色が見えてくるっていう経験をしたことある人がすごい多いんですよ。これ面白いなと思ってですね、これで、ちょっと細い枝とかも描いていってます。これもまた後でこうグレーズとかスカンブリングみたいなしてまた複雑になってまた細い線描いたりとかちょっと奥に行ったりするじゃないですかっていうことをしているわけですよね。本当にこれは名村さんの瞑想筆をちょっとこう山切りカットにジューッとして、細い線を引いていったりとかしています。でそういう経験をするとなんかやっぱ一皮二皮向けるとうまくなる。そういう動画っていっぱいあるから僕もなんとなく寄せて作ってみたというか寄せたわけじゃないけどもなんかインターネットでどうやのねチャット GPT とかで調べてみてもまあってでも今の時代本当模写よりもやっぱり近道って言ってたらあかんちゃうかなっていうふうにふと思ったりしたんですね。だからねなんか真逆の仕事みたいなのに突き詰めていってみた時に何かまた一つのヒントが出てくるんちゃうかなとか思ったりとかっていうことを思ったりするんですね。最先端のことをしようとするということはすごく大事なことやとは思うんですけど僕みたいな最先端のこととかを発想できないようなタイプっていうのは過去から学ぶっていうことがしかできないぐらいのタイプの人間なんですよね。皆さんも自分のタイプそしてこれで、書いてここからちょっと最後ここ何か色の補正キャメラを変えた時で色のあれが悪くて申し訳ございませんでした。ちょっと一時すれば色戻りますんでねもう少し待っていただければと思います。すみません色がちょっと悪でございますね。これもまた色青っぽくなってね勝手に自動補正してたんですよね。その辺の設定みたいなのがうまくいってなくてでちょっとやっぱり拡大とかしてもですねなかなかうまく映ってない部分もあるかもしれませんがこの辺はね前後関係出すために奥の方少し白っぽくして向こうのところの抜けていく感じみたいなところをどう描くかとかですねそして雪の塗り残しながら影をどう描けへんかなとかっていうことを考えたりとかしていってます。ね塗り残してそれによって木の影が表現できへんかなとかっていう難しいことしとるでしょ。ね変なことしとるでしょ。こういう本当にもう真逆のアナログとかってやっぱり面白いというかなかなかなんか尽きることない、職人的なところはありますけどねなんか本当に昔揶揄する言葉でなんか工芸的やねとかも言われたことあるんですけど工芸ってすごいいいなと思うんですけどねなんかね工芸的が油絵家の中で結構あったんですよ。工芸的やからこれはダメやみたいなこと言われたことあるんですけどね工芸すごいじゃないですかねとか思うんですよね。なんか伝統的に昔からあるやっぱり残り続けている画材って面白いですよね。油絵っていう画材とかやっぱりちょっとずつなくなりつつあるものとかってやっぱあるじゃないですか。どうしてもそれは昔やったらねレコードが最高やつってレコードをいまだにそれで聴くっていう人もいるけどもカセットって少なくなりましたよね。多分カセットで音楽聴いてる人ってほぼいないんですか。レコードはいてもなんかすごい古いものやったらありやけどその真ん中あたりに介しているものってもう今はもう皆さんねデジタルっていうか iPhone で聞いたりとかなんかね、あれ聞くわけじゃないですか。間って意外とないんちゃうかっていうのが僕の説なんですよ。変な説をまた言い出しましたよおじさんが。なんか間っていうのが弱いとなんかねごめんなさい勝手な僕はいつも説を自分の中で唱えながらやっていくタイプの人間でその間と呼ばれるようなカセットとか、CD も若干減ってきてるじゃないだいぶ減ってきてるじゃないですか。だからもうレコードとかもうその前は何ですか蓄音機とかですかもうよしじゃないですけどなんかね逆にだからカメラもデジタルのカメラがどんどん普及すればするほどね昔のフィルムカメラがおもろいとか逆に映るんですっていうのが何回かリバイバルするじゃないですか。あれって面白いもんやなと思ってねもうまた映るんですがとかね変なもんやなと思いますよ。っていう感じで隙間をこの辺の絵の具の物質感をもうちょっと撮れたらと思ってですねまた最近の動画撮ってる動画とかは多少うまく撮れてる部分と 4K っていうので撮るとすごい綺麗に撮れるっていうのはもちろん分かったんですけどやっぱり動画の編集とかですっごい重たいんですよ。だからと思ってたんですけど本当に大事なとこだけはそういうので撮っていってもいいかななんて思いながらですね、こういう隙間を描きながらこの辺がもうちょっと綺麗に撮れてればなごめんなさいね本当にねそういうのおっちゃん一人でやってるからね許してもらえたらなと思います。
まあこう芸術家ですから、もちろん人に頼りたいっていう部分もあるんですけどね、僕はもうあまりにも仕事が早いタイプの人間やから迷惑かけてしまうんですよ。もうどんどんやろうぜやろうぜ、もうめんどくさくなったら自分でやってしまうんですよ。っていうことは人にもう頼らん方が楽やなと思ってしまったりとかするとこあるんで。もう人が遅刻とかしてきたらなんで遅刻するのかなとか思ったりするんね。なんかね、もうちょっとこうイタリア人的にのんびり生きていけた方が楽なんやろうなと自分でも思うんですけどね。ということでちまちまなんかこう、そういうこう自分の中のあるんで、もう個人でこう動いていった方が楽やなっていうふうに非常に思うところは多いですね。この辺なんかね、さっきの途中でカメラが壊れちゃったんですよ。メモリーカードを挿すところがなんかおかしいなって入らなくなってしまう。ね、ショックですね。でちょっとこう同じようなの上位機種にしたんですけど、こうレンズが別付けタイプのやつやったからですね、なんかうまく撮れんかった。この辺がね、申し訳ございませんでした。また今後のこう動画とかではある程度撮れているものが出てくると思いますので、私の動画はそういう感じでございますのでね、許していただけたらなと思います。失敗とかもいっぱいあると、そういうのもこう自分の中でこう学習しながら、それ流すなよって話かもしれないですけど、流してね、絵もそうですけど失敗したのも流して動画の編集もね、ある程度見えるかなとは思うんですけどね、流していくということでございます。こういうのとかね、この黄色っぽいこう白樺の木のこの幹の部分のこう色はすごくこう気を使いました。ちょっと黄色すぎかなとかね、でもその笹の葉っぱとのこうどれぐらいかなとかっていうのとか、こういうの本物とかを見てもらえたらね、いろんなことを本当にこう微妙な色の違いとかを作って塗り分けてはんやなとかっていうことに、気づいてもらえるんじゃないでしょうか。隙間を描いたり中描いたり隙間描いたり下の絵の具を塗り残しながら描いて見せてるとこもあるとか、そういうことにね、ぜひ本物見て、皆さん見ていただく。この辺なんかね、もうちょっとね綺麗に写ってればねと思いながら、これだったらスマホの方が絶対綺麗に撮れてるんですよ。難しい、非常に難しいなと思います。それね、もう本当にそういうのも独学でやってるわけですからね。でも独学って今言うていいのかっていうぐらい情報あふれてますもんね。なんかね、昔だったら本読んで勉強することだけが独学やと僕は思ってたんですけど、今やったらもうそれだけ情報あふれてますからね。ということでちまちまこうやっておじさんも失敗するぞと、皆さんも失敗も恐れずに、そしてこの辺なんか細かいこうね枝とかの描写とかもしていっております。本物見たらうわほんま書いてはるわっていう感じかなというふうに思います。最後になりました。本当に今日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。よかったらですね、本当コメントとかおじちゃんめっちゃ励みになるんです。失敗もいっぱいしますけどね、そういうのもこう垂れ流していきますけども、皆さんに参考になればと思ってこう頑張って作っておりますので、よかったらですね、とかね、コメント、チャンネル登録してない方、ぜひぜひ、チャンネル登録はお金かからないですよ。メンバーシップになるのお金かかります。それは、鬼好評だったり、似顔絵描きますよ、キャンペーンとかね、いろんなことやっておりますので、よかったら、メンバーシップの会員とかも、よかったらぜひなっていただければと、月額1190円が高いか安いかはおじさんは知りません。ということで、ありがとうございました。以上です。では。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。こちらの作品ですね。8号かなの P というサイズなんですけども、非常にこう細かい描写もされていて、外側から描いてですね、下地の木の色とかを出していっている作品です。ぜひですね、こう機会があれば、本物とかをご覧いただいたら、非常に参考になるんじゃないかなというふうに思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもいただければおっちゃん嬉しいです。では。チャンネル登録よろしくね。OK。